お母さんは他人なので、これから一切関わりません。息子の婚約者がいきなり声高らかに宣言した。私は驚きのあまり声が出ない。清掃会社でパートで仕事をしているなんて、そんな貧乏な親はいらないのよ。確かに週3回ほどビルの清掃をしているけれど、それがいけないというのだろうか。貧乏と言うけれど、わかりました。私はそう答えるので精一杯。すると息子の婚約者はさらに続けた。お母さんが年をとっても介護もしません。私たちを当てにしているのでしょうけれど、おあいにくさま。冷たい眼差しで厳しい口調で言う彼女に底意地の悪さを感じ、優しい息子の将来に不安を感じずにはいられなかった。私は斉藤直美、60歳、32歳になる息子、雄大との二人暮らしだ。私は週に3回ほどビルの清掃の仕事をしながらつつましく暮らしている。実は雄大と私は血のつながりはない。今から32年前、両親を亡くし、28歳で天涯孤独の身となった私は、古びたアパートで一人暮らしをしていた。その時、隣に住んでいたのが、夫の隆と2歳になったばかりの雄大だった。病気で母親を亡くしたばかりの雄大は、ママ、ママと毎日泣いていたのだ。薄い壁板一枚のアパートなので、よく声が聞こえたのだ。その声を聞くたびに胸が締め付けられるような思いがしていた。28歳にもなった私でさえ、親が亡くなったことが辛くてたまらないのに、まだ2歳。どんなに母が恋しいことだろう。私はそんな雄大が不憫で、雄大の父親の隆に思い切って声をかけたのだ。私、一人暮らしで休みの日は暇なんです。よかったら雄大くんのお世話をさせてください。そんな、いいんですか？助かります。母親を亡くしたばかりでずっと母を探し続けるんですよ。俺じゃどうしようもなくて。私は時間の許す限り雄大の世話をするようになった。一緒に遊んだり、絵本を読んであげたり、食事を食べさせたりと、私にとっても癒される時間になったのだ。雄大は私にすっかり懐き、私のことをママと呼ぶようになり、雄大の父親の隆とも親しくなった。隆は私より4歳年上で、穏やかで優しい人で、私たちは自然に親しくなり、結婚したのだ。私と隆は同じ清掃会社に勤務して、毎日せっせと働いた。それから10年ほどは親子3人で幸せに暮らすことができた。雄大は素直で優しく育ってくれた。母の日や私の誕生日に雄大が描いてくれた絵や手紙は私の宝物になっている。しかし、雄大が12歳になったばかりのある日、夫は交通事故で突然この世を去ってしまった。病院に駆けつけるとまだ息があったので、私は夫の手を握った。あなた、しっかりして、お願い。ナオミ、雄大を頼む。夫はそれっきり目を開けることはなく、2日後に静かに息を引き取った。それから私は一人で仕事に子育てにと頑張ってきたのだ。雄大が心の支えになってくれた。優しく母親思いで家事もよく手伝ってくれた。今は会社員としてしっかり働き、もう32歳だ。
そろそろ結婚してほしいと思っていたが、控えめな性格のためか、あまり浮いた話もなく今まで来た。親の私が言うのもなんだが、雄大はすらっと背が高く、顔も整ったイケメン。それに誰に対しても優しいので、相手が見つからないはずはないのだが、そんなある日のこと、雄大が恥ずかしそうに婚約者を紹介したいと言ってきた。とうとうその日が来たのかと、私はワクワクした気持ちで待っていた。はじめまして、富田玲香と申します。玲香さんはすらっとした美人。こんな綺麗な人が息子の良さを理解してくれたのかと嬉しくなった。おまけに彼女は社長令嬢とのこと。富田電機ってご存知ですか？聞いたことあるわね。そこのお嬢さんなんてすごいわね。玲香さんはふふんと笑い、家の中をじろじろと見回した。何か？いや、母子家庭で育ったって雄大さんから聞いていたので、もっとボロボロの家を想像していました。最近の若い人は随分はっきり言うものだと少し驚いたが、その後さらに驚愕することが起こったのだ。息子がトイレに立ち、私と玲香さんだけになると、彼女はきっぱりと言い放った。お母さんは他人なので、これから一切関わりません。息子の婚約者がいきなり声高らかに宣言したのだ。確かに雄大は夫の連れ子なので、私とは血がつながっていない。しかし2歳からの30年間、親子として助け合いながらずっと暮らしてきたのだ。そこらの親子よりも絆が深いと自負していた。清掃会社でパートで仕事をしているなんて、そんな貧乏な親はいらないのよ。私の立場として恥ずかしいでしょ。確かに週に3回ほどビルの清掃をしているけれど、それがいけないというのだろうか。彼女に言わせると、社長令嬢の親にはふさわしくないらしい。私と関わりたくないの？私はそう答えるので精一杯。すると息子の婚約者はさらに続けた。関わったらろくなことないでしょ。底辺の貧乏な親なんて。お母さんが年をとっても介護もしません。私たちを当てにしているのでしょうけれど、おあいにくさま。冷たい眼差しで厳しい口調で言う彼女に底意地の悪さを感じた。雄大はこんな人と結婚するのか。別に当てはしていないわよ。私は一人でも生きていけるわ。それはよかった。じゃ、私と約束してくださいね。約束してくれないなら雄大さんとの結婚はなしにします。私は答えに困った。しかし玲香さんを紹介する時の雄大は嬉しそうに幸せな笑顔を浮かべていた。私が辛抱すれば彼は結婚できるということなのだろうか。優しい息子の将来に不安を感じながらも反対することもできないと思った。わかりました。約束します。雄大がトイレから戻ってきた。玲香さんは途端に塩らしい女性に戻った。母さん、玲香はお嬢さん育ちなんだけど料理も上手なんだぜ。結婚したら俺たちの住まいにも遊びに来てよ。玲香の手料理をご馳走するから。そうですよ。ぜひ遊びに来てください。そうね。機会があったらね。そんな機会は訪れそうもない。あれだけのことを言われて遊びに行けるほど私はずうずうしくはないつもりだ。それにしても雄大の前では私と仲良くする演技をするとは、玲香さんという女性はなかなかのものだ。雄大が気に入ってそれで幸せならば私はそれでいいと思っていた。しかし
今から思うと、あの時にちゃんと雄大に話しておけばよかったのだ。そうすれば、あんな揉め事は起こらなかったはずだ。私はその日、雄大と麗華さんの後ろ姿を寂しく見送った。それから1ヶ月ほどして雄大が訪ねてきた。母さん、母の日のプレゼントを持ってきたよ。いつもありがとう。息子はカーネーションの花束と真珠のネックレスをプレゼントしてくれたのだ。花束はともかく、真珠のネックレスは高級ブランドのもので高額のはず。こんな高いものもらえないよ。何言ってるんだよ。母さんには感謝してるんだ。生前父さんが教えてくれたんだよ。母さんは俺がかわいそうで結婚してくれたんだって。それは違うわよ。確かにあなたは可愛かったけれど、父さんが優しい人だったから結婚したのよ。これは俺の今までの感謝の印として受け取ってよ。私の方が幸せをもらったんだけどね。そこまで言ってくれるならありがとう。大事にするね。こんなに優しい息子と結婚後は疎遠にしなければならないのかと思うと辛かったが、麗華さんとの約束なので仕方がない。そう思っていた。それで結婚の準備は進んでいるの？それが最近麗華が忙しいみたいで会ってないんだ。俺の方で進めてくれって言われてる。そうなの？それと母さんに頼みがあるんだ。麗華のお父さんから身内になるんだから母さんも呼んで食事会を開きたいって言われたんだ。ホテルのレストランの予約もしているらしいんだ。母さん出てくれる？富田電機の社長さんだったわね。何？母さん知ってるの？ちょっとね、食事会ね。わかったわ。あなたのためなら何だってするわよ。ありがとう、母さん。さて、顔合わせ当日、私は息子の顔を潰すことがないように、上等のワンピースに息子からプレゼントされたネックレスをつけて出かけた。早めにタクシーで出かけたのだが、その日に限って渋滞で着いたのはギリギリの時間だったので、私は焦ってレストランに飛び込んだ。麗華さんのご両親や雄大はもう着いていた。麗華さんは私を見て雄大に聞こえないように耳元でつぶやいてきた。息子にねだって買ってもらったネックレスがそれ？いい加減息子にしがみつくのはやめてほしいわね。この貧乏人。私はあまり人に怒ったことがないのだが、さすがにこれには頭にきた。怒りで拳がブルブルと震え出すのを懸命にこらえた。息子が私の様子がおかしいことに気づき、声をかけてきた。母さん、どうしたの？顔色が悪いよ。具合でも悪いの？まさかお前の婚約者に罵倒されたとも言えず、大丈夫よと答えた。麗華さんのご両親に挨拶をすると、麗華さんの父親の顔色が変わった。あなたは？彼が私を見て驚いていたので、人差し指を口に添え、内緒と合図した。食事は和やかに進み、将来の話になった。麗華は一人娘なので、先々は雄大さんが富田電機を継いでもらうことになりますね。婚約者父は慌ててその話を遮ろうとしたのだが、麗華が続けた。清掃員の子供が将来の社長だなんてすごい出世よね。私に感謝して雄大さん。しかし息子は首を振った。そして私のことを下に見た麗華をきっと睨みつけていったのだ。申し訳ございません。お母さんのお申し出はありがたいのですが、僕は母の後を継ぐことになっていますので。それを聞いて麗華は
真っ赤な顔でテーブルをバンと強く叩いて立ち上がった。冗談じゃないわ。親子で清掃員をするっていうの？私はそんなところの嫁にはならないからね。婚約破棄にします。いきなり何を言い出すんだ？あなたが私の言うことを聞いてくれそうだったし、見た目がイケメンで友達に自慢できるから結婚しようと思ったけど、こんな最底辺の母親がついてるんじゃねえ。無理だわ。玲香、お前そんな風に思っていたのか？そうよ。私みたいなお嬢様と結婚できるかもと夢を見られてよかったわね。実はもう一人付き合っている彼がいるのよ。そっちがいいわ。息子は青ざめ呆然としていたが、息子以上に顔面蒼白になっていた人物がいた。玲香の父親、富田電機社長だ。玲香、なんてことを言うんだ。こちらの方を誰だと思っているんだ。玲香は父親の様子に何を言っているんだと怪げそうな顔をしながら言い放った。社会の底辺の貧乏人親子でしょ。お父さん、身内にならなくてよかったわね。しかし富田社長は震える声で叫んだ。この方はうちの大口取引先の斉藤クリーンサービスの会長さんだぞ。こちらの会社との取引がなくなったらうちの会社は潰れるんだぞ。実は私と夫は清掃会社に勤めていたのだが、そこの社長が高齢になったため、それまでの貯金で会社を譲り受けたのだ。貯金はなくなったが、会社運営という新たな目標ができて、夫と一致団結して頑張った。お客様第一の姿勢と共働き家庭の増加も相まって功を奏し、会社は着々と成長していったのだ。夫が亡くなった後も私が社長となって引き継ぎ、全国規模の会社に成長させていった。雄大はその後継者としての修行中の身だが、会社経営への素質もあるので任せるつもりで今支店を回りながら働いている。富田電機はうちの会社に清掃用の重機を納品する会社の一つ。普段はそれぞれの支店は雇われ社長に任せているので、富田社長は私のことに今まで気がつかなかったようだ。総会の時に富田社長から挨拶されたため、私も覚えていたのだが、多分社長の言う通り、うちとの取引がなくなったら大変な痛手を受けるはずだ。そんな、雄大が大企業の後継者？お前、なんてことを。謝れ、今すぐ。二人は土下座をして頭を下げてきた。玲香はそれでも納得のいかない様子で泣きながら訴えてきた。だってお母さんはパートで清掃員をしているって言ったじゃない？私を騙していたの？嘘じゃないわよ。現場を退いたけれど様子が気になってね。時々従業員に紛れて様子を見に行っているのよ。現場を見るのが一番わかるのよ。そんな、大企業の会長さんだと知っていたらどうしたの？相手の立場によって態度を変えるってこと？いえ、失礼なことを言って申し訳ございませんでした。今後は心を入れ替えますので、嫁にしてください。雄大、玲香さんはこう言っているけれど、どうするの？私は雄大の判断に任せることにした。それでも雄大が玲香さんと結婚したいというのなら仕方がない。彼女と私が縁を切るのは決定事項なので、雄大とも疎遠になることだろうが。雄大さん、ごめんなさい。どうか許して。一時の気の迷いなのよ。いい嫁になりますから結婚してください。呆然としていた雄大だが、はっと我に返ったようだ。俺は玲香が明るくて優しい子だと思っていた。だから俺の大事な母さんともうまくやっていけると。まさかこんな女だとは。だから謝っているでしょ。ごめんなさい。許してよ。玲香は自分の立場が危ういことに気づき、涙や
鼻水まで垂らしながら叫ぶものだから化粧も崩れ、すごい形相になっている。もう一人付き合っている彼がいるんだろう。そいつと結婚しろよ。俺は断る。だって彼は遊び人で働いてもいないのよ。きっと結婚だってしてくれない。俺も無理だから。そんな。私と雄大は泣き叫ぶ麗華と呆然とする麗華の両親を残してレストランを後にした。富田電機とは結局契約を破棄することになった。私的な理由ではなく、このところ富田電機の清掃器具で不具合が続いて社内で問題になっていたのだ。再三改善をするように幹部から申し出があったそうだが、改善が見られなかったので取引中止となった。その後、富田電機は今にも傾きそうな状態に陥っているそうだ。麗華は感動され家を出たのだが、派手な生活がたたり、貯金もなく借金まである状態。古くて狭いアパートに住んで夜の仕事をしながら生活をしているらしい。私は今も雄大と二人暮らし。時々清掃の仕事に出かけている。監視のためだと雄大には言っているが、現場で働くと夫と二人で力を合わせていた頃が思い出されるのだ。今、雄大には支店を一つ任せている。順調に業績を上げているので、彼に全てを任せる日も近いことだろう。雄大は結婚については随分懲りたようで、いい人が見つかったら付き合う前にまず私に見せるなんて言っている。そんな日が早く来ることを願っている今日この頃だ。